はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島です。今日はコラボ動画です。肉屋と魚屋の異色のコラボが実現しました。連絡を取り始めて1年、ついにこの日がやってきました。今いるのは愛知県名古屋市です。それでは本編どうぞ。今日は名古屋にいます。田舎者丸出しで本日伺うのはここです。ここでわかる人もいますよね。そうです。ということで今日は肉屋と魚屋の異色のコラボです。今日コラボしてもらうのは魚屋の森さんチャンネルの森さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホルモン島田のぶっちゃ島です。ありがとうございます。お願いします。商店の魚屋の森です。よろしくお願いします。うちの動画に女性が出ること自体かなりレアなので緊張しています。今日はよろしくお願いします。魚屋の森さんは現在 YouTube 登録者数28万人を超えるチャンネルです。実店舗である魚屋さんを運営する傍ら YouTube 活動も行っています。寿商店という昭和55年創業の地域に根付いた老舗の魚屋です。魚屋以外にも今回お邪魔した魚屋の台所下の石や魚を使ったハンバーガーが楽しめる魚のバーガーなども展開しています。お店のマークなどからもわかる通り、寿商店さんではクジラにすごく力を入れています。実は連絡を取ったのは1年以上前に遡ります。先ほども言った通り、寿商店さんではクジラに力を入れていて、ホルモン島田のチャンネルでクジラを紹介したいと思って連絡をしたのが始まりです。他にもうちのチャンネルの1回目のケジャンの時の渡りガニを用意してもらったりご協力いただいています。コラボしたいですねという話をしていたのですが、なかなかタイミングが合わず時間だけが過ぎてしまい今に至ります。やっと念願叶ってお店にも来れて満足です。はい、ということで今日は、魚屋の森さんと、コラボさせてもらうことになりました。お願いします。お願いします。早速準備ができました。何か自分の格好おかしいことありますか？何も違和感ありませんよね。今日は肉屋と魚屋のコラボなので何をしようか考えたんですけど、せっかくなので魚のさばき方を教えてもらうことになりました。ということで今日は何の魚をさばくのを教えてもらえるんですか？今日すごいの入りましたよ。でかい。でかい。用意してもらったのはなんとブリです。北海道産の天然のブリを用意してもらいました。ここ最近台風などの影響で天気が荒れていたので入荷できるか心配でしたが、無事入荷したそうで一安心です。それにしてもでかいですね。ブリはスズキ目アジ科に分類される海水魚です。ブリといえば出世魚と言われ、体の大きさによってその呼び方が変わります。モジャコ、ワカシ、イナダ、ワラサ、ブリと大きくなるにつれて名前が変化していきます。お願いします。お願いします。まずは突き引きという作業でブリの鱗を取ります。鱗引きを使ってもいいですが、鱗引きを使うと鱗がとても小さいので飛び散ってしまうそうです。なので包丁を使って皮から鱗だけを取ります。残っちゃったな。うまい。本当に魚とかほとんどさばくことないし、こんな大きな魚は初めてなので緊張しますね。待ってめちゃめちゃセンスあるじゃないですか。ここの黒いのだけ取れれば。このブリの身の曲線を理解して包丁の角度を変えていかないと難しいですね。初めてですよね。初めて。緊張しちゃって。まな板のギリギリまで持ってきて、こういう感じですね。はい。ちょっと下の方を姿勢戻しながらやってみます。はい、お願いします。ヒレの近くとかは特に入り組んでいて難しいです。これです。美味しそうですね。美味しそう。本当に上一枚のところなんだな、鱗が。なんか肉で煮た作業あります？パンの皮を剥くとかだよね。ところどころ皮も剥けて失敗してしまいましたが、両面鱗を取る作業が完了しました。当たり前ですけど、魚が大きくなると作業も多くなりますね。大体牛のレバーと同じぐらいの重さだな。レバーってそんなでかいですか？7キロ8キロぐらいありますね。次はブリの頭を落とします。顎の下部分に切れ込みを入れ、エラの内側に膜があるのでまずは膜をカットします。次に首の骨と骨の間に包丁を入れて骨をカットします。いった。牛のテールと同じで骨と骨の間に包丁が入ると簡単にカットができます。次に肛門から包丁を入れてお腹に切り込みを入れます。これで内臓ごと頭が取れるので取り外します。ホルモン屋として魚の内臓も気になりますね。何ですか？これニガ玉です。
豚や牛でいう胆のうですね。以前豚の胆のうを食べてトラウマです。これが胃だそうです。どんなものを食べているのかカットして中を見てみましょう。あ、空っぽかな。パンパンだとすごい入ってるんですけどね。イワシとか。今回は中には何もありませんでした。残念。中を見てみると豚の胃のガツにも似ていますね。ガツは結構生臭さを感じますが、ブリに関しては特に匂いを感じません。心臓は思ったより小さいですね。質感は牛や豚のレバーに似ている気がします。こんなに内臓に興味を示す人いないけど、メインまだそうです。すいません。はい。内臓に食いつきすぎて森さんに次に行きますよと注意をされてしまいました。小さい魚だとあまり気にしませんでしたが、大きい魚だと見応えがあります。では、はい、三枚おろしいきましょうか。お願いします。はい、お願いします。はい。腹と背に包丁を入れて裏返して、腹と背に包丁を入れて3枚におろします。まずはガイドラインを取って骨に包丁を当てるようにカットしていきます。尻尾に切れ目を入れて骨を包丁で撫でるように開いていきます。最後の頭の方は骨が硬いので少し包丁で叩くようにカットします。なんとか補助をしてもらいながら3枚におろせました。次にこの頭の方のカマが美味しいということなのでカマをカットします。脂が乗っていて見るからにジューシーそうです。これを焼いたら美味しいの確定ですね。シンプルに塩が良さそうです。次に柵取りをします。骨を境目にして腹と背で切り分けます。腹の方に骨が残るので骨を取り外します。ここも脂が乗っていて美味しそうです。骨を取り外し、次に皮を引きます。身と皮の間に包丁を入れて皮を動かしながら包丁を進めます。以上で作業は終了です。それでは今日はこのブリをお刺身で食べてみましょう。そぎ切りと平作りのカットをしてみます。身がプリップリです。ここからは森さんに仕上げてもらいます。ブリトロはぶってカットします。綺麗なピンク色でピッカピカに脂が乗っています。ブリカマは塩焼きで仕上げてもらいます。皮の焼ける香ばしい香りが店内に広がります。これカウンターで待っていたらこのブリカマの焼ける絵を見ながら酒飲めます。口の中がよだれで溢れそうです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。せっかくなんで地元の岐阜県ですね。小左衛門大吟醸です。今日は森さんチョイスの日本酒をブリに合わせましょう。岐阜県の中島醸造さんが作る大吟醸の小左衛門を飲んでいます。300年以上の歴史を持つ老舗の酒造で、この小左衛門は2000年に立ち上げられた新ブランドです。森さんもお酒が大好きということで乾杯です。口に運ぶ瞬間に鼻に抜ける香りがとても甘く、口に含むととてもフルーティーです。甘さが残る感じではなくさっぱりと飲めるので、こういった脂の乗ったブリとも相性が良さそうです。今日みたいに暑い日はキンキンに冷やしても良さそうですね。今日のこれはそうです。せっかくなんでブリトロをちょっと炙りで、炙り、はい、下味で、こっちが島田さんからのお刺身でございます。刺身大きく切ったのでブリカマ塩焼きで。それではまずはお刺身から。この肉厚なカットが口に入れて噛むとぐにゅっと弾力があり、一切れでかなりの満足感があります。めちゃくちゃ贅沢です。刺身の身の角が口の中でもわかるくらいビシッと立っていて鮮度の良さが伝わります。身も適度に脂が乗っていて噛むごとに旨味を感じます。次は炙ったブリトロをいただきます。炙った香ばしい香りがまた刺身とは別物です。お好みで添えられたすだちを絞ってもいいですね。すっきりとしたすだちの酸味を合わせることでブリトロの油っぽさを中和してくれて、口の中に油っぽさが残らないので食べやすいです。次はブリカマいただきましょう。焼くとまた違う一面見れますね。身がほぐれるような柔らかさで塩を振って焼くことで味が馴染んでいます。うわ、今日一来ました。いや、ここ最近食べた魚介類の料理の中で一番かもしれません。まさかの一番のうまさは皮です。皮と身の間にも脂がぎっしりあるので、焼くことで皮は香ばしく、皮とその身の間の脂と身を一緒に食べると口の中が喜んでいるのがわかります。塩だけでここまで美味しくなるのは反則ですね。鮮度の良さこそ最高の調味料かもしれません。こんなつまみを魚にゆっくりと飲みたいです。
あと5時間ぐらいここで飲んでいてもいいですか？壁などに書いてあるメニューやクジラも気になります。プライベートでのんびり行きたいですね。県外からわざわざ足を運んでくれる方も多いそうです。もし気になる方はお店の情報も概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。森さんとのコラボいかがでしたか？森さんのチャンネルでは魚屋と肉屋の本気のバーベキューが見られます。よかったらそちらもご覧ください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いろいろ勉強させてもらってありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ。本当美味しかったです。森さんの方の、チャンネルでこの後バーベキューをする予定なので、はい、肉屋と魚屋のバーベキュー、はい、ぜひ概要欄の方見てください。お願いします。お願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。